この動画では75歳になる母が50代の娘と共に栃木を旅する動画です。70代の母がノジュールから見つけて以来、ずっと行くことを夢見ていた栃木。仕事も辞め、一人暮らしの70代。すっかり自宅に引きこもっていた母が主導権を握って計画を立てた。細かく時刻表を調べ上げ、綿密に立てられた計画がいっぱいの紙切れを握りしめて、まだまだやれるねおばあちゃん。もうすごいね。すごすぎちゃって、なんかもう、東京から新幹線で小山まで、小山から両門線で足利まで。足利到着です。降りた途端に一心不乱に歩き出す母。さすがものすごいパワー。ずんずん一人で階段を登っていく。荷物だって軽いはずないのに。バスの時刻表を確認した後、風が強かったのでバスの時間まで駅の構内で待つことに。ところが最も風が強い表のベンチにちょこんと腰掛けるお母さん。何か探してるみたい。どこからか風が飛ばされてきたパーカー。何度も拾ってあげる優しいお母さん。バスの運転手さんも引かないで優しい。15分後、ココファーム入り口でバス降車。ここから歩いて10分ぐらい。ここでもまた率先して歩いていきます。よっぽど楽しみなんですね。彼女の想像の中のワイナリー。視界に広がるのは一面のブドウ畑。真ん中に赤い屋根のおしゃれなログハウス。実際は山の中腹にあるブドウ畑と茶色い屋根の小さなショップ兼レストラン。がっかりはしないけど、期待が大きすぎたので、母は一体どう思っているのかしら。背後に水道のある便利な席に案内されました。店内はおしゃれで雰囲気よし。赤と白のグラスワインを注文。乾杯。誘ってくれてありがとう。ずっと行きたかった場所に行くパートナーとして私を選んでくれてありがとう。こちらがデッキランチ。熱々のグラタンがとっても美味しかった。そしてこちらはエスカルゴ。ニンニクとハーブのいい匂い。カタツムリって誰が一番最初に食べようって思ったのかしら。そういえば皆さん、静岡産のながらみって知ってますか？こんな感じの巻き貝で、よく私のおばあちゃん家でみんなで食べました。母はその静岡育ちなので、このながらみを食べるのに慣れてると思います。でも私にはちょっと取るのが大変。そして見てください、このちょっとグロテスクな形状。母は全く抵抗ないんだろうな。ちょっとグロいよね。味はお酒のおつまみでちょうどいい。白ワインの次は赤ワインで乾杯。ソーセージの盛り合わせ。帰りのバスの時間まで2時間半近くある。このワイナリーで食べ飲み放題。生ハムとパルミジャーノチーズのサラダ。ここ期待以上ではなかったけれど、私も母も大満足。最後にロゼワイン。美味しいワインを飲んで出来たての食事を食べられれば、それだけで大満足。最後はチーズケーキとコーヒー。そしてナッツいっぱいの本日のタルト。
家族が健康で一緒に美味しいものを食べられる、こんな幸せを母と2人で満喫いたしました。このテラスおよび隣の別館では、広々とした空間で結婚披露パーティーが楽しめる。風は強いけれどもとっても気持ちのいい場所です。ココファームから足利フラワーパークに向かう。足利フラワーパークは関東一とも言える。ウィンターイルミネーションが始まっています。この栃木旅行で私が最も楽しみにしていること、それはイルミネーションを見ること。ウキウキが止まりません。ココファームから足利フラワーパークまでバスと電車で1時間とちょっと。足利フラワーパーク到着いたしました。関東最大級の500万球が輝く光の花の庭、日本最大イルミネーションの一つです。75歳になる母は近頃よく自分の母の話をします。母は静岡県の田舎出身で、高卒、化粧品メーカーに勤め美容部員となりました。本人にとってはやりたかったことだけれども、祖母は大反対したらしい。銀行か市役所など固い仕事に就いてほしかったと。母は祖母から自分を否定されたようで、悔しかったのかなとも思います。その後、化粧品のセールスで本社表彰され、その後また生命保険のセールスで人財産築き上げるのです。持ち前の八方美人的容姿と根性を武器にして、44年もの間常にトップセールスレディでした。72歳まで最前線を走り続けるのです。何でも中途半端で秋っぽい私には到底無理な功績です。2、3年前に仕事を辞め、急に目標がなくなったみたい。自分の母親から認めてほしい。美容部員として就職した時、セールスを一段低い仕事として、お母さんは私を見たかもしれないけれど、私はそこで普通の女性が稼げる額の何倍ものお給料をもらっていたんだ。あなた頑張ったんだねとお母さんに認めてほしいって何度も何度も言っていました。本当に頑張ったんだね。おばあちゃんはもう死んじゃったから何にも言ってくれないけど、娘の私と弟はお母さんがどれだけ頑張ったか、どれだけすごかったか分かってるよ。本当にいつもありがとう。最高のお母さんです。こちら花占い。ボタンを押すとキーワードが出てくる。何これ、オレンジ、絆だって。オレンジは絆。母と子の絆だね。皆さんはお母様との思い出、どんなものがありますか？私が覚えている最も私が小さかった頃の思い出は、私が多分幼稚園の時、45年以上前の話。母さんと一緒に
お祭りに出かけたんですね。露店がたくさんあって、その中からお母さんが一つだけ好きなものを買ってあげるよっててるような音楽をたくさんのお店の中でおもちゃの並んだ屋台で私は立ち止まった。プラスチックのケースに人形遊びのセットが入っている500円ぐらいのおもちゃがたくさん並んでいる。まだ5歳くらいの私はどれにしようかなっていろいろ吟味していたんです。それぞれスチュワーデスとかパン屋さんとか細かい小物も入っていて、これには何が入っているのかなって思わず看護婦さんのセットかなんかを手に取ってしまったんですね。そうしたら怖い敵屋のおじさんみたいなのが「買わないなら触るな」と言ってさっとそのおもちゃを私から取り上げたんです。そうしたらその横から母がそれをおじさんからひったくり取って「これ買うの?」とものすごい形相で1000円払って音楽も入るのこれ入るけどさすごいなと思っておもちゃと私を引っ張ってプンプンしながら早歩きでその場所を後にしたんです。人混みの中を腕を引っ張られて、その時の母の顔が般若みたいにむちゃくちゃ怖くて多分母は私が見知らぬ相手に無礼な対応をされるのを許せなかったんだと思います。本当は看護婦さんじゃなくてパン屋さんのセットが欲しかったしでももうそんなことどうでもいいですね。とにかくお母さんは私が低く見られるとヤクザみたいな敵屋のおじさんよりもっともっと怖くなれる人なんだなと思って、その時怖いな震え上がったのを今も覚えています。子供が侮辱されるならヤクザにさえ牙を向く。ほんとメスライオンは強いですね。本当に素晴らしいプロジェクションマッピングでした。門を抜けると目の前には光のお城が。母と一緒に光の花火を見る。誘ってくれてありがとう。すごいね。めちゃくちゃ綺麗です。すごい。素晴らしい。すごいね。周りはクリスマスムード。子供はプレゼントを楽しみに。すごい風に揺れまくりの。若い方々は恋人や友達と。大体これで一周だよね。中年以降はどうしたらいい？私は YouTube があってラッキー。いいよ。75歳になっても素敵ですね。以上です。こっち歩いておいで。自信を持ってください。お綺麗ですよ。
藤の花は不死として縁起のいい花。紫色に揺れる美しい花は女性らしくて儚いのに、どんなに強い風に吹かれても決して離れない。儚くて強くて、私のお母さんみたい。できたら今度は私の娘も一緒に来たいな。足利フラワーパークは上りと下りが同じホームを行き来する。本数も少ないので要注意です。栃木駅からタクシーでお母さんの選んだかなはん旅館へ。間口がとても狭いこの旅館は母が雑誌から選んでくれました。何でも野十里に載っていた老舗旅館ということで、それにしても間口が狭くて奥にとても長い。これはうなぎの寝床とも呼ばれる町屋の造りになっています。江戸時代、徳川家光の代に家の間口に応じて税金を課していたそうです。いわゆる間口税のことです。こちらがフロントになります。間口が広ければ広いほど高い税金を課せられるので、なるべく間口を狭くとって奥にとても長い町屋が建てられました。土間のような廊下のような通路がずーっと続いていきます。ずいぶん長いですね。こちらが部屋のエントランス。急な階段を上る。部屋は3つしかないのかな。私たちは月の間。ここは蒲田行進曲の世界？男女がしけ込む場所みたい。宿泊代は夕飯と朝食が込みで2人でなんと1万円。これはお安いですね。安すぎやしませんか？瓶ビールを1本追加。母と交わすビールの杯、健康と長寿を願って乾杯。おいしい。まず旅館定番の茶碗蒸し、三つ葉と豚肉が入ってますね。炙りサーモンとホタテのお刺身。炙りって私好きなんですよ。お麩がもみじの形をしている。レンコンのきんぴらに魚の煮付け。こちらの土鍋には豚しゃぶが入っていました。やっぱり冬は鍋ですよね。白菜ときのこもたっぷり。豆乳だしで味付けされた鍋は家庭的でとっても美味しい。ヘルシーですね。
お母さんずーっと思い出話や家族の話をしています。デザートは羊羹、渋いですね。テレビがずーっとついています。お食事の後は土間に面した湯へ。宿泊者は私たちを含め3名。もう一人は年配の男性で、お風呂は使わないらしい。母と2人の貸し切り風呂。2人で入るには十分な広さです。その晩母は何度も何度も自分の母に会いたい、私の祖母に会いたいとつぶやいた。あとこれも何度もね。朝ごはんも美味しそうです。宿泊者も中井さんも見当たりませんが、テレビがついているので寂しくはありません。では早速いただきます。美味しいですね。チェックアウト後は観光へ。渦巻川、蔵の町の遊覧船。お店は1軒だけ。乗船客はほとんどいないようです。早速乗ってみましょう。売店には懐かしいものがたくさん置いてあります。ペイペイで払うと 20% ポイントバックでした。ある？おばあちゃんちに。おばあちゃんちにあった気がする。それでそこにさ、こういう木箱あるじゃん。穴がついた。階段まで巻いてきて、あそこからね、お金入れるの。要するに、耳にね、コンドームみたいな。私潔癖なのかな。親からそういう話聞くのあんまり好きじゃない。この遊覧船は観光事業推進のためにボランティアから始まったそうです。蔵の町の遊覧船、船頭さんのお話をちょっとシェアしますね。栃木に観光客が少ないのは、まず交通の便が悪いから。小山に止まる新幹線がなぜか栃木には止まらない。2つ目に観光化されていないから。食べ歩きできそうなお店やフォトジェニックなお店もない。横山郷土館。明治時代の豪商横山家。店舗の右半分は朝問屋、左半分は銀行。先ほどの栃木の観光客が少ない理由の3つ目は、蔵が集中したこれぞ蔵の町というエリアがないから。蔵の数でいうと川越と変わらないようですがなんせ蔵が普通の民家やアパートと混在しているので、蔵の町というにはちょっと足りないんですよね。お、これは大好きな岩倉智美さんではないですか。500円札大好き。70数年ぶりに開けられた金庫。中にあるのは金塊ではなく、たくさんの重要書類でした。昭和初期を彩ったたくさんの古道具たち。祖母の家にあった蓄音機、レコードプレイヤーにはネズミが入ってしまったそうです。駆除するのに一苦労でしたが、それでもまだ使えたのがすごい。今、精密機器にネズミが入ったら壊れて買い替えのチャンス。昔は同じものを長い間使っていたんでしょうね。向かいにある喫茶店でお昼をいただきます。横山郷土館のスタッフの皆さんもこの喫茶店へいらっしゃいました。私はオムライス、母はサンドイッチセット。ここのオムライスは卵の下のピラフがカレー味で、
たっぷりとチーズが入ってるのです。洋わさびもついてて美味しい。やみつきになる味は地元でも大人気。洋わさびじゃないわ、わさび。そういえばさっきの船頭さんもこの喫茶店でお会いした着物着付けサービスの方々も川越をライバル視していらっしゃるようでした。私は川越に行ったことがないけれど行ってみたいなと思ってしまいました。このオムライスの味、中毒性があります。サンドイッチ1個食べて。家でも作ってみよう。食後のコーヒーと白玉あんみつこれめちゃくちゃ美味しそう。おじいちゃんおばあちゃんね、川が連れてった。お母さんは川越に行ったことがあるけれどあんまりお気に召さなかったみたい。大好きな白玉をいただきます。ああ、もちもちぐにゃぐにゃ、これ一等賞。黒蜜もたっぷりかけて。黒蜜ひたひた寒天です。これはたまらん。残念ながらお店は全部閉まっていました。最後に栃木だし会館にお邪魔します。実はここも私と母の貸し切り状態。お母さんとの栃木旅行最高でした。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると大変嬉しいです。ぜひ次回の動画でお会いいたしましょう。